今回は IPython のディスプレイ関数について紹介します。IPython のディスプレイ関数は、Jupyter ノートブックや IPython コンソールなどの対話的な環境で、Python オブジェクトをリッチな形式で表示するための強力なツールです。単にプリント、関数でテキスト出力するだけでなく、画像、HTML、マークドオン、LaTeX、オーディオ、動画などをそれぞれの適切なフォーマットで表示できます。HTML コンテンツを表示する例を見ていきましょう。最初に IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数と HTML 関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中に、HTML 関数を書き、この中に HTML コードを記入します。それでは、これを実行してみましょう。するとこのように HTML コードが実行され内容が表示されます。次はマークダウンコードを実行する例を見ていきましょう。先ほどと同様に IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数とマークダウン関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中に、マークダウン関数を書き、カッコの中にマークダウン形式の記述を書きます。実行すると、このように大きい文字で見出しが、そして、リストアイテム1、2が箇条書きで表示されます。次は画像を表示する例を見ていきましょう。今回は IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数とイメージ関数をインポートします。画像ファイルを表示するには、ディスプレイ関数の中にイメージ関数を書き、カッコ内にファイルのパスを書きます。そして、画像の大きさを設定するには、幅をワイドス、高さをハイツとして設定します。ただし Google コラボの場合、画像ファイルは事前にアップロードしておく必要があります。ブラウザーの画像を表示したいときは、7行目のように、イメージ関数の中に URL を設定します。すると、このように画像を表示することができます。最後に音声ファイルを出力したい場合の例を見ていきましょう。最初に IPython のディスプレイモジュールよりディスプレイ関数とオーディオ関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中にオーディオ関数を書き、カッコの中にオーディオファイルのパスを書きます。この場合も事前にオーディオファイルをアップロードしておきます。このコードを実行すると、このようなプレイヤーが表示されます。それでは非表示にして、もう一回実行してみましょう。ファイルを読み込んでプレイヤーが表示されます。再生ボタンを押すと音声が出力されます。YouTube で見つけたちょっと興味深い動画について掘り下げてみましょうか。お、どんな動画ですか？